はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで今日はまたチャズ先生に、来ていただいております。どうもよろしくお願いします。占いと都市伝説第4弾4弾ということで、今日はなんと予言の話をね、していただこうとそうですね。思っております。うん予言とか霊視とか、うんいろいろあるじゃないですか。2025年の7月の予言、アナンド君の予言とか最近は話題ですし、それからちょっと古くはマヤ歴の予言。ありましたね、マヤ歴。そう、だからね、アセンションするみたいな、うん流行ってたりとか、あとは1999年7の月、空から恐怖の大王が、僕はちっちゃい頃すごい恐怖してそれで。ノストラダムスの大予言。そうです。昔から予言って結構やっぱり流行って、今みたいに戦争とか、ちょっときな臭いことですね、パンデミックとかなんかそういうのあったりすると、どうしてもこういうの流行ってきたりしているんですが、そもそも予言ってなんだろうなっていうのが思うところではありまして、霊視とか、占い師視点でどうなんだろうっていうのを今日はチャンス先生に聞いちゃおうかなっていう感じなんですけれども。段階はあると思うんですよ。うん一括りに予言とかっていう言葉ってちょっとやっぱり言えないと思うんですよね。以前、霊視とか霊感っていうのを研究してたり調べたりしてた時、やっぱ占い師からすると、占いって技術じゃないですか。そうっすね。占いって基本的に学ぶものじゃないですか。うん学んで技術を向上させてできるようになるものだと、占い師は思ってるんですよね。そうやって、要は勉強して、要は努力して向上させようとするじゃないですか。それって、霊感霊視と一線を画してるじゃないですか。だから、霊感霊視と混同されるって意外と占い師側からすると、ちょっと違うんだけどな。嫌がる人の方が多いような気がしますね。霊感霊視もできる占い師はいると思うし、クロスオーバーしてる人も当然いると思うんですよ。だけど、占いといった場合、それはやっぱり技術であって違うよねっていうところはあるじゃないですか。でその中で、まあ、じゃあ、霊感とか霊視とか、そこからまあ、予言とか予知とか、そういうのって一体何なんだろうみたいな様々な文献を調べたり、見たりしたりもしたんですね。で、おそらくそれこそほら、神のお告げみたいなね、一番多いのがお筆書きとか、神の声を聞いた。ああいうのなんて言うんだっけ？自動書記。あ、そうだ、自動書記だ。大本教の出口の木月真治とかそうですよねもそうですよね。あれもほぼ自動書記ですよね。そういうものと一般的な、ちょっと一般的なって言葉はおかしいかもしれないけど、霊視しましたっていうものって同じなんだろうか。今話題になってる野球選手とかの現状とか、野球選手の通訳やってた方の現状を予言してみましたと、霊視してみましたみたいなタロットとかで、これタロット霊視みたいな、なんかそういうのは確かに思うところはありますね。そうなんですよね。木月真治の神下ろしみたいな感じとちょっとやっぱり違うような。インドの哲学とか思想をまあ研究されている方と話をしたときに、ふっと出てきた話で、どこまでその正確な話なのかちょっとわかんないんですけど、インドの方では霊視だとかっていうのに関して、大まかに3段階の見方があるっていうような話を言われたんですよ。日本語としてそれが適切かどうかはちょっとわかんないっていう話だったんだけど、まず一つが投資。投資っていうのはそのまんま見えないものが見えるってことになるから、例えばあなたは過去に何々がありましたねとかっていうのってのは、おそらくその人の中にデータがあるじゃないですか。その人のね、過去の知識として、その人の中に内在してるものだから、多分そういうのを読み取ったりとかっていうのも、おそらく投資っていう領域だと思うんですよね。投資できる人は、割と占い師さんとかでもいるイメージは。例えばタロットとか、占いでも卜線っていうのをやってると、ちょっとこう、開発されてしまう可能性があるのは、多分この投資っていう領域かな。僕もなんか話してるうちに、こういう人とこうなってんだなとか見えてきて、それがたまたま一致したりとかそういうのは。そうですね。だから、いわゆる第5巻を超えた第6巻っていう領域が研ぎ澄まされて、一種投資のような領域になってくる。その次の段階っていうのを、霊視っていう言葉にした方が多分適切ではないかっていうことを言われたんですけど、これはもう過去世とか、なんかカルマとか、そういうものが見えてくるという領域で、投資って極端なこと言えば、リアルな中にある情報を読み取ってる感じ。わかります。そうじゃない、なんか輪廻転生とか、なんかそういうその外側にちょっと触れ始めるみたいなのが、まあ霊視っていう段階。なるほど。これはもう、めったにない。アカシックレコードとかに近い。多分そういうものもその領域の一つなのかもしれないです。だから江戸川慶史とか、そうですね。なんでこんなことわかるんだろうっていう。そうですね。例えばバシャールとか、宇宙人と通信してますみたいなのも、ある意味この領域かもしれないです。その次の段階っていうのが、幻の
視力って書いて原子。へえ、初めて聞きましインド思想の日本語訳とかっていうのは、うん例えば神の声を聞いてるっていうのをよく原子するって書いてあるんですよ。た。へえ、見たことあるかもしれない。これはもう本当に神の声を聞くとか、神と通信してお筆書きをする、自動書記をするとか、本当の意味でのおそらく予言っていうのはここの領域ではないかなと。これはもう数百年に一人とかのレベルで選ばれた役割のある人になんか出てくるものではないか。聖人とか聖者と呼ばれるような人だったりとか。イエス・キリストとか。まあ多分イエスとかブッダとかはその領域でしょうし、例えば木月真治の岡本天明なんかもその領域の可能性はありますよね。ただ、それ以外ってできないんですよ。原始者ってあなたの結婚見ますよとかってできないんですよ。まあ確かにイエス・キリストに相性とか見てもらおうと思わないですもんね。いや、神の声を聞くとかその領域の役割、与えられた役割の存在であって、だから多分企業にできるって言ったら投資の領域だと思うんですよ。面接しててもこの人投資できるなとか、そういう人は来ます。チャネリング的な人ってどうなんですか？おそらくチャネリングって今言ったその投資、霊視、原子だとその霊視の領域じゃないかなと思うんですね。ただ多分につながるっていうのって危険じゃないですか、チャネリングって。だからやっぱそのちょっと一歩間違えると危険な行為でもあるので、ちゃんとできてる人がどれぐらいいるかなっていう問題もあるよね。ゾーンみたいなのってどうなんですかね。なんか占い師さんで霊感があるなって感じるのってなんかこうゾーンみたいな感じで、あ、よくわかるなみたいな感じに、もうなんかちょっとトランス状態でやってる人もいますけど、あれもやっぱり霊視くらいなんですかね。だから投資から霊視っていう段階っていうのは、結構マーブルな感じはするんですよ。霊視っていう枠が多分結構広いのかなと思うんですね。今聞いた感じというか、まあその方から聞いた時もどの範疇をどう言うんだろうみたいなところに関しては結構その人も専門家じゃないので、こういうのはどうですかとか、それこそチャネリングってどの領域ですかみたいな話をしてもどうだろうなって話になっちゃうんだけど、社会に影響が出るくらいの何かお役目じゃないけど、そういうのもらってスーッとこう下ろせるような感じですかね。だからその日本だとね、一口に霊感霊視っていう言葉でくくられちゃうけど、大きく分けるとこういう3段階ぐらい、でさらに細かく分ければそれがチャネリングの領域なのかとかね、でチャネリングでもいわゆるフルトランスと呼ばれる、もう完全に明け渡してしまうみたいなチャネリングと、なんか声が聞こえますっていうレベルのチャネリングってやっぱり違うじゃないですか。確かに。だからフルトランスっていう状態になると、ちょっと現地に一歩足突っ込んでるかなって感じもしなくはないですよ。完全に委ねてしまって、フルトランスの方の話を聞く限りだと、記憶がない。何回か、本当フルトランス、嘘つきも多いじゃないですか、正直。だけど嘘じゃないな、この人っていうのに何人か会ったことある。確かに覚えてなかったりとか、全く別人格みたいになったりしますよね。日本だとそれがサニワっていう技法があって、神を下ろす役と、それを横で審査する役がいて、変なのにと繋がっちゃったりするから、それだけスッと切る。だからそういうそのなんか、いわゆるチャネリングの危険性を分かった上で、客観的にサポートする人がいるっていうパターンですね。品質を担保するためみたいなことですよね。サニワとかいた方がいいんでしょうね。フルトランスみたいな感じだと。割と日本ってそういうなんか意外とね、そういうシステムちゃんとあったりするっていうのは面白かったりするんですけど、予言っていうことに関してだと、やっぱりまず原子の領域か、もしくは高度な霊視。多分そこら辺をみんな予言予知と言っているのかな。っていう感じはしますね。この人は預言者だなって現代的なところでありますか？この予言っていう話をした時にちょっと少し話それるんだけど、僕よくね引き合いに出すのがこの本があって、コリン・ウィルソン、有名な哲学者、アウトサイダーっていうね、本を書いた。で、この人結構オカルト研究の深い人で、オカルトだけじゃなくて、なんかちょっとそれに類した人、例えばユングとかの研究とかもしてるし、このルドルフ・シュタイナーのことを書いた本、これがね、なんていうのかな、ある一文がね、預言者とか霊視者のことをすごく言い表してるなと思うんですよ。シュタイナーもちょっと予言をしてたり、なんか過去世を見たりとかしてるじゃないですか。で、この文章を読むとね、シュタイナーの霊的透視力は後期新石器時代の遺跡と鉄器時代の遺跡が区別できるほどの正確ではなかったが、その遺跡が実際にどういう目的に使われていたかという点では問題の確信をついていたように見える。
この一文なんですよ。だから、その遺跡で何が行われていたかに関しては、ものすごく適切な投資をしているけど、時期が全然合ってない。シュタイナーの投資って時期がかなりはちゃめちゃなんですよね。何千年前が何万年前になっちゃってたりとか、ちょっとこれはありえなくないっていうような時期予測が出てくるんだけど、ただし、それが何に使われていたとか、どのようなことを行っていたみたいなことに関してはすごく正確じゃないかっていうのが、コリン・ウィルソンが言いたいことなんだけど、これが僕は予言とか、その霊能者、預言者と言われる人たちの全て共通してることじゃないかなと思ってるんですよ。実は、なんか投資系の人って時期弱かったり。そうですね。ただ、極端なこと言えば、投資レベルって時期のズレって言っても、そこまで極端なズレではないけど、原資となると、下手すると、なんかもう数千年ずれるみたいな。神がかりで見てるビジョンがっていうことですね。でね、これとちょっと関連するというか、僕がまだ占いをね、師匠のね、元に毎月こう習いに行ってた時期に、ちょうどまあ前に習ってた人が師匠の家パッと入って、よろしくお願いしますって入ってったら、人がいて、あれ鑑定してんのかなと思ってたら、前の授業の人が座ってて、あ、ごめんね、ちょっと待ってて、伸びちゃったんだっつって、ちょっと後ろで座って待ってて、なんか電話があってっつって、師匠がちょっと2階上がってる時にその人といろいろ話をしたんですよ、実は自分は霊能者なんだけどちょっと必要性を感じて今占いを習ってる、地中水明とシビトスを今習ってるんですよ、みたいな話をされたんですね。なんでですかっていう話をしてたら、一応霊視ができるんで、その相手の中の情報はねバーって流れてくるんだと。で例えば半年ぐらい前かな、彼と別れましたよねとか言うと、もう、なんで別れるんですかみたいな。やっぱそういうデータは、その人の中にあるから、一旦こうなんか、なだれ込んでくると、もう、ザーって見えるんだ。だけど、未来ってその人の中にないじゃないですか。だから、当てずっぽに近いんじゃないかっていう感じが出てきちゃうんだ。だから、見える場合があるけど、見えない場合もすごく多い。となると、予測を言っちゃってるんだろう。だから、未来って当たりましたって話があんまないんですよ、みたいなことを言ってたんですよ。やっぱりそれってなんか時期の問題もあるし、結局その霊視で未来が見えるとき見えないときって、このムラを解決するにはどうしたらいいかっていうところで、やっぱり占い必要だなっていうんで、習いに来たんですっていう方がいたんですよ。で、これってすごく大事なことだなと思って。いや、そう思います、そう思います。結局、霊感霊視って見えることは喋れるけど、見えないことは喋れないってことになっちゃうんですよ。いや、そうなんですよ。まあ、これ当たり前の話なんだけど、大事なことで、占いってやっぱりその制度という意味において、例えば四柱推命だとか、シビト水にせよ、占星術にせよ、やっぱり生まれ持ったデータを分析する技術じゃないですか。そうですね。で、そこに対して未来予測をするためのツールもちゃんと存在するじゃないですか。だから、確信をつくとこまで読めるかっていうのは、その人の技量の差が出てきちゃうので、なんかこの時期悪いかもっていうアバウトな人もいれば、なんかこの時期にね、なんか彼と揉めますよみたいなところまで確信つくような話ができるかっていうのは技術の差だと思うんです。だけど、できるってことが大事なんだから、その未来予測が通じないというか、なくなってしまうわけはないので、だけど霊感霊視ってここのムラがあるんですよ。いや、あります。見えない時はもう徹底して見えないみたいなところなので、やっぱりそこに関しては明らかにやっぱり区別されるもの、実際霊能者や霊感の人っていうのはちゃんとサポートの技術として占いを使ってるっていう人結構多いんですよね。いや、そうなってほしいと思いますね。で、実際ノストラダムスとかももともと占星術師だし、向こうの預言者ってある程度ね、なんかそういう星を見たりとかっていうのが普通だったりするんですよね。だから占い師の観点から言えば、一般的にどうしてもなんか占いって霊感霊能の介護官みたいな感覚の人結構いると思うんですよ。そう。なんか、多いですよね。なんか、何言ってんだろうって。そう。我々はどちらかっていうと、技術としては全然介護官じゃないんだけどって思ってる方なので、やっぱね。なんでって言ったら、技術が優れた人っていうのは安定的なんですよね。そうなんですよ。なんで勉強しないんだろうって思ったりします。そう。僕はだから先生が2回上がってる間に話した人ほどじゃないけど、なんか虫の知らせだったり映像が見えたりっていうことはあったんだけど、こんなんで金取れないよなみたいな感じが、そもそもあって占いにこう
入ってったっていうのがあるんで、占い本当にいいですよ。そうですね。だから例えばその占いとはちょっと違うかもしれないけど、例えば僕がダウジングとかで、例えばダウジングとかで感じることとかって、もうそれって人間の感覚を超えてる時すらあるわけじゃない。何千メートル下の水脈見つけたりとか、油田見つけるみたいな。やっぱりそれって磨き上げてた感覚だから、でもそれってなんていうのかな、別に霊視したんですよねっていうわけじゃないよねってことなんですよね。だけど多分知らない人から見たらもう霊能者みたいな話になりかねない。だから卓越した技術ってもうなんか霊感霊視と変わらないっていう領域まで行っちゃう可能性はある。区別しにくいところは正直あると思うんですよ。だけどやっぱり本来は全然違う体系。霊感霊視もある一定の修行をすることによって発達したり磨かれたりする可能性はあるけど、やっぱりそこって区別されるものですよね。なんかわかります。だからうまく言えないんだけど、霊感霊視ってなんかフィジカルがいいだけの人っていうような感じ。潜在能力は高いよね。そう。なんかスポーツ選手ってその競技やるじゃないですか。だから占いってちょっと競技感あるかなっていう気は。そうですね。技術というか。だからなんていうのかな、ちゃんとしたトレーニングして試合に出てますみたいな感じがありますよね。そこら辺の部分はちょっと分かった上で、霊感とかっていうのは話をするとき、占いとか霊能とかっていう話をするときは、今みたいなことをちょっと分かった上で認識してほしいなっていうのはちょっと。そうなんですよ。これで反発しないような人が本物は多いですよね。そうですね。霊感系の人も。逆に某芸能人で霊感ある系の人で、とある有名な人ですけど、結構この人はね、占いは霊能の介護官だと思ってるんですよ。で、そういう人たちの影響ってやっぱり侮れないというか、出てきちゃうんですよね。で、それを鵜呑みにしちゃってる人もいて、私はこういう能力があるのみたいな感じで、すごいなとは思うんだけど、じゃあ僕のところにその人に占ってもらった人が来る必要ないよねみたいな感じで、時期はやっぱり占いの方が便利。まあそうですね。占いってやっぱりそういう意味では転ばぬ先の杖として非常に活用しやすいものだとは思うんですよね。で、霊感霊視とかっていう領域もね、当然転ばぬ先の杖として活用できうる可能性はあるんだけど、占い師的にはどうしても若干ムラがあるっていう。そうですね。杖差し出せる時と杖がないっていう時がやっぱあるみたいなね。やっぱそこの差があるかなっていう感じはありますよね。そうなんですよね。だから、ここね、マーケティングなのか、そうじゃないかっていうのが、お客さんとかでもね、見抜けるの難しいんですよね。そう。だから、どうしても霊感霊視で、調子いい時バンって当たって、もうそれでガーってハマっちゃって、洗脳されてっちゃうってこともすごくあるし、なりやすいところが、ね、どうしてもあるので。だから、まぐれあたりみたいに僕もたまにそういうホームラン打つんですけど、口コミしないでね、みたいな。みんなに当たるわけじゃないっていうか。分かってる人、ある程度そのムラがあることも分かって、やっぱりお客さんに対してリーしてるし、やっぱり大風呂敷は掲げないですよ。いや、怖いっすよ。だから予言予知っていうのも、実際その本当のレベルの原始者の人がお筆書きとか、もう神の声を聞くっていうレベルで書いたものか、霊視者が書いたものか、これでも少しレベルの差があるだろうし、おそらくその原始者が書いたものっていうレベルでも、時期を明確に書いてあるものって本当少ないんですよね。そうですね。まあそれをまたその特定するのが難しい場合もあるんでね、暦って時代によってちょっと取り方が違ったりする可能性があるじゃないですか。だからその部分もあって非常にまあ時期を判断するのが難しいっていう問題はもう別にあるんですけど、例えば檜神事なんかもそうですけど、いつ起こりますって書いてあるかっていうと実は書いてない。寝年からみたいな、いつの寝年だみたいな。そう。寝年なんか12年に1回来ちゃうわけだから。だから12年の1回常に気をつけなきゃいけないのかって話になっちゃうし。なのでやっぱりそこら辺って難しい問題ですよね。重要なデータがね、やっぱりその含まれている可能性は当然あるので、研究の余地はあると思うんですけど、原子電子っていう部分でもう絶対っていう感覚ってやっぱり危険かなと思っちゃうよね。わかりますね。だから生命の法則とか人類の法則みたいなのがおそらくあって何か拾ってるのかなっていう感じは、ほら聖書の終わりの時だったりとか、今みたいな感じですよね、とか三歳七男、仏教の方の、なんか、そういうような現象がある時そういうこと起こるよっていうのは、体験的になんかねこう、人間を気づきやすいのかなとか、敏感な人とか、そういうのはなんかそうなるぞと言って、ね、実際になったりとか、日蓮さんとか、なんか
まあそういうのは拾ったりするのかなとは思いますけど、本当にピンポイントの時期とかはやっぱり僕は占い好きだなっていうふうに思いますね。そうね。だからまあ日常の領域ってやっぱり圧倒的に占いの方が活用性があるっていうのは正直なところだと思う。便利だと思ってます。そう。確かに時代そのものをね、うんなんか予測せいって言われたら、うんそれは広範囲すぎてなかなか難しいよねってことになってくるんで、もしそういうものをね、霊視原子っていう領域でできる存在がいるんであれば、うんやっぱりそっちの方がね、うん適切な情報が降りてきてる可能性はあると思う。そうですよね。うんただそれがどれぐらいの時期にっていう話になってくると信じすぎない方がいいかなっていうのはずっとなんか研究してると感じるところ。みんなマーケうまいんだ。本当に妄想っぽいクライアントに 100% 当たりますみたいな感じでお商売してる人もいるんで、まあそこら辺の見分け方は難しいかもしれないですけど、占いにマウント取ってるような霊能者はやばいみたいな感じはあるかもしれないなと。あとどうしても予言書ってカルトな信者を作っていっちゃうので、そうですね。そうですね。今これは絶対だっていう幻想が作られていく可能性は結構高いですよね。予言書とかができる理由は当然あると思うんでね、もうそこは無視しちゃいけないと思うんだけど、踊らされないようにねっていうところが結構大事かなと。はい、実際ね、ノストラダムスの大予言とかもね、1999年、結構踊らされた人たちいっぱいいますからね、仕事辞めちゃったとかいう人本当にいたんで、2000年なんて何にも起きなかったじゃんみたいな人たちやっぱりいましたからね。マヤ歴とか2012年とかね、毎回起きるんだけど、なんかそこってね、その時期って本当に正しいのみたいなね。確かにね、なんか隕石が落っこってきて、いつか地球がね、滅びちゃうっていう時はあり得るけど、本当に例えば1999年なのみたいな。そこって検証の余地があるぐらいに、ちょっと慎重になった方がいいよねっていう。いや、本当勉強になります。みんな覚えとくんだぞっつって、投資、霊視、原子があるって。これだけでもちょっと覚えて、なんか、この言葉がね、本当に正しい言葉かはちょっとわかんないんですよ。その思想家の方が多分こういう言葉じゃないかなって言ってたんで、ただなんかそういう3段階みたいな感覚はちょっと持ってた方がいいかなと思う。そうですね、だからその人がどんなところから言ってるかみたいなのをちょっと注目しながら受けてみたりとかしてもいいのかななんていうふうには思います。あと究極その聞こえるって言った時に本当に神の声なんですかっていう場合があるじゃないですか。いや、そうなんだよ。結構よこしまな情報が聞こえてきちゃってるっていう人もいますし、よくね、狐つきだとか悪魔のささやきっていう言葉があるように、どことつながってるかって意外と本人にはわからないっていう問題があって、まあさっき言ったサニワっていうのはそれを客観的に判定するから、まあわかりやすいってことにはなってくるんでね。占い師と同じようなね、活動してるレベルの霊能者の人って多分一人で活動してる人が多いと思うんで、いつそういうのがね、チャンネル変わってるかって意外と判断難しいところがあるから、そうですよね。いかにね、自分が今どんな状態にあるかっていうのって別の意味でのトレーニングや修行が必要になってくる可能性がありますよね。そういうところなんで、皆さんそんなことも次回から意識して占いで霊視とか言ってる人が多いので、そんなことも気をつけながら受けてもらえると嬉しいななんて思ったりします。はい、次回何やりましょう、先生。次回何やりましょうね。僕とかは正直占いとかね、勉強し始めたの2000年代なんで、まあそれ以前とか、まあ例えば霊的な話とかもあるじゃないですか。だから占いだけじゃなくてそちらもいけるじゃないですか。そうね。むしろ1990年代ってすごく自分瞑想期でヨガ行ったり、なんか魔術の人と魔術修行したり、スピリチュアルな人と会って、自分にスピリチュアルな能力がなんか開発できるのかとか、そういうところにいろいろ足を運んでた時期なんですよね。そこら辺のね、歴史みたいなの僕も知りたいんですよ。近代史というか、本とかに書いてあるのも、20世紀前半とかの方が解像度高く書かれてるじゃないですか。むしろ、ここ近年どういう流れだったのかとか。あとね、日本ってね、結構そういう意味じゃ、ちょっとスピリチュアルなその世界観で、ガラッって変わってるタイミングってちょっとあったりするんですよ。ここら辺ちょっと次回お話ししてください、本当。なんかちょっと日本のね、なんか霊的シフトっていうのかな、スピリチュアル感がカンと変わるみたいなタイミングとかって、なんかそういう話ってあんまり出てこないと思うんで、ね。確かに。ぜひ次回皆さん霊的なシフト、占い師が見てきたみたいな。ちょっとやっていきたいと思うんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは水森太陽とチャドでした。またねー。